皆さんこんにちは。東京ベジライフのなつきです。今日は許す心、感情を手放すというテーマでお話をしていきたいと思うんですけれども、昨年末の動画でシェアした通り、結構去年の後半にいろいろなことが私の、身の回りで起こってですね。で、その一連の、起こった出来事の中の一つで、これは本当に実は家族にも友人にも誰にもまだ言っていなくて、本当に私とその当事者しか知らないことなんですけど、悪意を持って近づいてきた人を、信用できる人だと思ってしまったんですね。で、結果的にその信用を裏切られてしまうっていう出来事がありました。その出来事によって、いろいろな怒りのような気持ちがあって、で最近やっと許す心、英語で言うと let go、手放す気持ちっていうのが、持てるようになってきたので、そのことについて今日はシェアしていきたいと思います。裏切られるっていうことがあった時に、不思議とその相手に対する怒りの気持ちっていうのはあまりなくて、っていうのはそういうふうに人を欺いて生きているなんて、誰かをその人が本当に信用するっていうこともできないだろうし、誰かから本当に信用されるっていうこともないだろうし、なんて悲しい人生なんだろうと思って、裏切られた私も悲しいし、あなたの人生も悲しいし、なんて悲しいことばかりなのみたいな感じで、なのでその相手に対しては怒りというより悲しいという気持ちの方が強かったんですけれども、それよりも自分に対して、自分が不甲斐ないとか情けないとか、そういう自分に対する怒りみたいな気持ちがありました。ただ一連のあったことを思い返すと、そんな悪意を持って近づいてきた人を信用してしまうなんて、よっぽど自分の心が弱っていて、普通の精神状態ではなくて、しょうがなかったんだろうなっていうふうに思った時に、そもそもそんな心理状態になっていたのはあの人のせいだみたいな感じで、今度全く別の人に対して怒りを感じたり、さらにはこんな苦しみを与えるなんて、起こることすべてに意味があるっていうのは分かりますけど、これは一体何の試練ですかみたいな感じで、神様に対しても怒りを感じたりしていました。その気持ちが最近になって許すというか、頑なにしがみついていた思いを少しずつ手放すっていうことができるようになってきたのは、何かきっかけとなるような出来事があったわけではなくて、年明けからほぼ毎朝のように行っているジャーナリングが大きかったと思います。ジャーナリングは日記というふうに訳されることが多いんですけれども、その日に起こったことを書いていく日記というよりかは、その時に頭の中にあることを書き留めておくようなイメージです。人によってはそれを定期的に読み返してっていう人もいるんですけれども、私はそれを読み返す心の準備っていうのはまだできていなくて、もしかして一生読み返さないかもしれないです。というのは、私の場合、自分の中にくすぶっている感情を書き出してすっきりさせるというか、ジャーナリングをするともやもやとなんとなくある怒り、不安、悲しみ、そういう、負の感情がまず自分の中にある、存在するっていうことが認識できて、ただそれを認識した上で分析するということではなくて、自分の感情でシンプルにマイナスかプラスかで、マイナスだったら切り捨てる。なので私のプロセスとしては、書いて認識してきれいさっぱり忘れるというイメージです。もちろん負の感情は完全に拭い去ることがとても難しいので、やっぱりぶり返してきてしまうんですね。でもその都度書き出して認識してきれいさっぱり忘れるっていう心の掃除みたいなことを日々ジャーナリングを通して行うことで、胸の奥につっかえていたものが少しずつ取れてきたような気がして気が楽になってきました。で、最近すごく思うのが、体を鍛えることと同じで心も日々鍛錬が必要ということで、
多分ほとんどの人が何かの感情にしがみつきがちで、それは負の感情の場合もあるかもしれないし、愛情のように一見するとポジティブな感情の場合もあるかもしれないんですけれども、結局プラスであれマイナスであれ、しがみついたところで心の自由を奪われてしまうので、最終的には苦しくなるんですね。なので楽しいことも嬉しいことも悲しいことも辛いこともその時その時で存分に経験して、終わってしまったら振り返らない、ましてやもう一度それを経験しようと試みないこと、そういうふうに考えると、毎日前に進んでいなかったとしても向いている方向は前向きに日々過ごせるような気がします。ということで今日は許す心、感情にしがみつかずに手放すということについて最近感じていることをシェアしました。何かくすぶっている思いがあってなかなか前向きになれないっていう方に何か参考になれば嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。それでは See you next time!